最後の最後に最上のカタルシスを得られる爽快 2D アクションサンナビを紹介したい。どうもバーチャルライターのケイロウと申します。今回取り上げるのは2023年11月に Steam と Nintendo Switch で発売された話題作サンナビ。この動画ではサンナビを実際に最後までプレイした感想を交えながら本作の特徴と魅力を大きく3つのポイントに分けてお伝えしていこうと思います。サンナビは韓国のインディーゲームスタジオワンダーポーションが2023年11月にリリースした 2D アクションゲーム。多くの人に馴染みのあるだろうマリオやカービィ、ロックマンやソニックなどと同じ 2D のステージを移動していくタイプのゲームです。発売後間もなくしてゲーマーの間で話題になり、個人的にはこれが今年のゲームオブザイヤーだと2023年の最高傑作として推す人も少なくなかったサンナビ。ゲーム系メディアのライターさんたちからも絶賛の声が上がっていたほか、 Steam では現時点で2万2000件近くものレビューが投稿されており、圧倒的に好評の評価を得ています。自分の観測範囲でもボロ泣きした、ここ数年で最高のゲームだったといった興奮気味の感想が流れてきていたのですが、その中でも印象的だったのがフェイトシリーズでおなじみのシナリオライター那須きのこさんのコメント。ご自身のブログでゲームライターとして知識級のダメージを受けましたと大絶賛していたのです。あのきのこ先生にそんな言われちゃったらね、まあもうそりゃ気にならずにはいられないってもんですよ。そんな数々の称賛に後押しされるようにプレイしたサンナビでしたが、期待をはるかに超えてくる最高のゲームでした。少なくとも 2D アクションゲームで描かれる物語としてここまで興奮させられる、そして泣かせるシナリオはそうそうないと断言できます。なので最近はしばらく使っていなかったフレーズなのですが、あえてこの言葉を使っておすすめしたく思います。サンナビは紛れもない神ゲーだったと。魅力その1、高精細のピクセルアートとこだわりのモーション。さてそんなサンナビの魅力として最初に推したいポイントが、ゲーム世界を美麗かつ高精細に描き出したグラフィックです。シナリオについては後ほど改めて紹介しますが、いわゆるサイバーパンク的な世界観を下地として大都市を舞台に主人公の復讐劇が描かれる本作。時にはネオンのきらめくビル群を、時には物々しい工場内を、時には桃源郷のような空間をワイヤーを巧みに操り進んでいく。そのステージ背景の一つ一つがピクセルアートで描かれており、その美麗さに目を奪われます。加えてその道中のシナリオパートで描かれるキャラクターのモーションがこれまた細かい。例えばこちらのモーション、右腕のワイヤーを射出して相手を掴み、素早く引き寄せつつ自らも接近し、そのまま窓ガラスに叩きつけてチューブラリンの状態で拘束する。この一連の動きとガラス片が散らばる描写だけでもう見入ってしまいますが、作中ではこの手のモーションが数多く登場します。キャラクターの一挙手一投足がドット絵で表現されているのみならず、その心情までもが伝わってくるようなこだわりが垣間見える。爽快なアクションパートとはまた違った細かな表現を見ることで得られる気持ちよさがありました。そして中でもたまらないのがやっぱり娘ちゃんのモーションですね。ワクワクキラキラで可愛い、茂みから飛び出してきて可愛い、ダッシュで抱きついてきて可愛い、可愛い、可愛い、可愛い。以上です。魅力その2、自然とプレイングが上達していくチェーンフックを使った爽快アクションが楽しい。サンナビの代名詞的な存在としてキービジュアルでも大きく描かれているのが、主人公の右腕に装着されたチェーンフック。先ほどのモーション紹介の際にも登場しましたが、このチェーンフックを使ったワイヤーアクションが本作のゲームプレイの肝となっています。壁や天井に向けて発射し、引っ掛けたチェーンを振り子のようにして加速しながら縦横無尽にサイバーパンクな世界を駆け巡る。実際に自分の手で操作してみると、このアクションが映像で見る以上に爽快だったんですよね。冒頭のチュートリアルの時点で早くもとか歓声を上げながらプレイしてしまっていたほどでした。でもそんなに速い動きのキャラクターを操作するって難しいんじゃないのと感じた方もいらっしゃるかもしれませんが、基本の操作やステージの進め方は思いのほかシンプル。途中で新たなアクション操作が加わることはありますが、基本的に使われるのは最初から最後までこの右腕のチェーンフックだけ。複数の武器を使い分けたり、装備をカスタマイズしたり、
敵に応じて属性や弱点を考慮したりといった要素はありません。めちゃくちゃシンプルです。その一方で道中のステージで登場するギミックは様々。レールを使って高速移動したり、スイッチを押して扉を開けたり、ロボットを操作して道を切り開いたり、巨大な敵から隠れてやり過ごしたり、多種多彩な敵とギミックが待ち構えているので、やりごたえは十分にあります。かといって難しすぎるわけでもなく、遊んでいると自然と上達していく感覚があったので、個人的にはむちゃくちゃ楽しめました。ちなみにそれでもアクションが苦手だから不安という方は、ダメージを食らわないイージー設定で進めても全然 OK。 逆にゲーム慣れしている人はステージを一気に駆け抜けるスピードランモードをクリア後にプレイするといった楽しみ方もできます。魅力その3、すべての謎と伏線が一点に収束していく緻密に練られたストーリー。冒頭でも触れたように、本作の最大にして最強の魅力として多くの人から絶賛されているのが綿密に練られたストーリー。まさか子供の頃から馴染みのある横スクロールアクションでこんなにも骨太かつ泣けるストーリーが展開するとは思わず、本気でぶったまげました。正直に申しますと、プレイ前の時点では割と話半分に見ている部分もありました。まあさすがに褒めちぎりすぎなんじゃないか、そんなにハードルを上げちゃって大丈夫なのかってね。ところがどっこい、実際に最後までプレイしてみて色々と腑に落ちました。いやー、そりゃまあもうね、手放しで絶賛したくなるよなーと。それほどまでに物語として完成されていましたし、それこそ僕自身こうやって慣れないレビュー動画を作って紹介したくなるくらいには強く心を揺さぶられました。ネタバレを避けるために詳しくは説明しませんが、本作では想像以上に多くの謎が提示されます。タイトルになっているサンナビも正体不明の存在ですし、主人公が潜入する大都市も不可解なことばかり。ぶっちゃけ謎が多すぎて、これって本当に収集つくんですかってね、プレイ中はちょっといぶかしんでいる部分もありました。なのですが、エンディングにたどり着いてみたら、あらびっくり。収集ね、めっちゃ綺麗についてました。言われるまで気づかなかった伏線も含めて、見事に全部終盤に一気に回収していきました。その怒涛の伏線の回収っぷりがマジですごかった。しかも謎が多いことでテーマ性がブレていたり、ストーリーが分かりにくくなっていたりしたかといえば、そういうわけでもなく、むしろ作品のテーマはめちゃくちゃはっきりしています。複数の謎だけでなく、合間合間に挿入される回想シーンにキャラクター同士のやり取りや表情の変化、そのような細部に至るまでのあらゆる要素が全て最後のシーンへと収束していく。この展開と構造、ストーリーテリングがあまりにも見事すぎて、エンディング後は軽く放心状態になるほどでした。そこで蘇ってきたのが、この動画の最初に引用させていただいた那須きのこ先生の言葉です。ゲームライターとして知識級のダメージを受けました。第一線で活躍し続けているシナリオライターが発したこの一言が、このサンナビというゲームの魅力と凄さを端的かつ的確に言い表しているように思います。そりゃまあ、きのこ先生は大好きだろうと。もちろん、那須きのこ作品が好きな人には高確率で刺さるでしょうし、それこそ知識級のダメージを受けるゲームなのではないかと思います。高精細のピクセルアートにキャラクターの表情変化までもが伝わってくるモーション。その魅力的なビジュアルによって描かれるのは、サイバーパンクな世界観で繰り広げられる復讐劇。爽快な 2D アクションを楽しみながら進めていくと、しかしそこで待ち受けていたのは謎が謎を呼ぶストーリー。なかなか明かされないサンナビの正体にやきもきしつつも、気づけばキャラクターに強く感情移入し、いよいよ確信に迫るのかと思ったところで驚愕の展開にぶん殴られる。いくつも張り巡らされていた謎と伏線が最終的に一つのシーンへと収束していった結果、思わず涙を流さずにはいられない。それがサンナビの世界です。それがサンナビというゲームです。すでにネット上ではたびたび話題になっていますが、実際にプレイした人は意外とまだ少ない印象もあるので、少しでも気になった方にはぜひとも手に取って遊んでみてほしい。改めてお値段を見てびっくりしたんですけど、1500円でね、こんな体験ができてしまうのはまあ破格すぎると思います。ボリュームもちょうどいいくらいで、おそらく10から11時間程度でクリアできるんじゃないかなと思います。最後までやり遂げることが大事ってわけじゃないの。作中でたびたび登場する
印象に残るセリフの一つですが、この動画をここまで見てくださったあなたはきっとやり遂げてくださると信じています。最後まで